初めて知事になった直後の議会での亡くなった竹内県議の質疑です。この付け替えの問題、もう県議会で議論されとんの。元彦に最初に言われた宿題がこれやったんや。で、しかし元彦は議会なんか誰も見てへんからのノリでね、ほっときっぱなしにしとったわけですよ。で、自撮りしとったわけですよ。ぶらり斎藤をやっとったわけですよ。県民軽視、議会軽視、有権者愚弄の斎藤元彦の公職者としての結核要件ですよ、問題なのは。その元彦なんですけども、今日のタイトルですけど、素晴らしいです。1日に2回、歴史に名を刻むという偉業を達成されました。まず、ローカルな方からいきますか。素晴らしいです。まあ、これは全部井戸さんが悪いということで、元彦は処理していくんでしょうが、兵庫県338億円の地方債を違法に発行。違法性認識なく理由不明ということで、これこうなんですが、実を言うと、これね、兵庫県というか、在阪メディア、ちょっと今日のこれ主題なんですが、在阪メディアの悪い癖です。338億円の地方債を違法に発行してたと。違法性認識なく理由不明ということで、です。で、これのポイントはどういうことかというと、その原因が何であれかんであれ、ここです。残高を減額修正すると、30年度決済で都道府県初の早期健全化団体に転落する恐れがあるという。素晴らしい。都道府県初の偉業達成です。これね、偉業なんですよ。要はね、記載許可団体を通り越して、もう財政破綻してると。なんで、早期健全化が必要であるということを言うてるんですね。ちょっとやばいよと。総務省的に言うと、お前とこもむちゃくちゃやぞと言われてしもてるということです。でね、これね、すごいですよ。斎藤元彦の支持者ってすごいなって話なんですが、早期健全化団体っていうのはもうお前とこ自分らで経営できないでしょって言われてるんです。お前らアホやん言われてるんです。お前ら金勘定できひんやんって言われてるの。そうです。親戚が母屋に集まる事案です。大旦那さんが皆さんの前で、今日皆さんに集まっていただいたのは皆さんもうご存知だと思いますが、当家に金食い虫が生まれてしまいました。若旦那、あんさん、お金食いなはんのか？いやーね、お札を食べる分にはええと思いますけど、1円どうかとかあれ、歯に悪いですせっていうやつです。何のことかわからん人はついてきてください。母屋に親戚一同が集まる時代のことを早期健全化団体と言うんです。その早期健全化団体に兵庫県がなるかもしれないということを聞いた斎藤元彦支持者の一言を斎藤元彦応援オープンチャットから見ていただきましょう。早期健全化団体って聞くと先手を打って素晴らしい経営改革をしている優秀なグループに聞こえます。時計10分遅れててええ時に金なるね。いやもうすごいでしょ。で、ということで、元彦の支持者が頭が悪いというのはね、どう言ったらいいんかな、雨降ったら地面濡れますとかね、どう言ったらいいんでしょうね。カレーライスは辛いですとかね、なんか、そんなことを言うてるようなもんであって、別に、元彦のことええと思う段階で、母親の体内に着床した段階から知性が欠如しているということなんで、それはもう仕方がないと当たり前のことなんで別にいいんですけどね。ただ、基本的に能力低いですから、必ず元彦の支持者は、これは井戸県政のやったことだと言ってきます。その通りです。井戸さんの時に処理を間違えてて、その処理が違法やったんです。井戸さんの責任ですよ。間違いないです。はい。でこうやったら何？井戸さんにもっぺん知事やってもうてケツ拭いてもらうんけ？いや、それ、井戸さんの責任ですよ。井戸さんが悪いことをしはったんです。井戸さんが間違えてはったんです。井戸さんの時代にやった大きな事故です。で、どないすんねん。いやーもうね、そんなんね、井戸さんのやらはったことなんですわ。もう僕、どうしようもないんですわ。言うん？いや、言うてはんのことはね、ほんまその通りなんですけどね。もう、井戸さんの、
予算でなかったことでっしゃろって、わてに関係おまへんねんって言えるんけ？お前何年知事やってんねん。財政のプロ、国の仕事を知っている言うとったんちゃう？で、しかもですよ、今回この338億円の隠し借金の件、我がで見つけたんちゃうんよ。とある新聞社の取材で、ってなってるんと違いますって指摘されて、県が調査したらそうなってましたって話だったんです。一番最初、井戸さんの後継の金沢さんと、保守分裂になった斉藤元彦が勝利を収めた時は財政のプロで井戸県政の海を全部吐き出す言うて5年前に初当選しとるわけです。そっから5年間お前海吐き出してなかったんかい。ほんで新聞社に指摘されて初めて気づいたんかい。なお、この井戸県政の海というのを多分その選挙でしか政治を語れない人というのはさっき一人アホ言いましたけど、稲村が井戸の後継やみたいなこと言ってますが、全く違いますよ。実を言うとね、皆さんの大嫌いな県民連合がこの問題をずっと指摘してたんです。令和3年、今から5年前、元彦が初めて知事になった直後の議会での亡くなった竹内県議の質疑です。この付け替えの問題、もう県議会で議論されとんで、それを問題ないと言うて、なかったことにしてきたのは、斉藤執行部です。この総額がこのパネルのところに書いてある逐一説明させているが、まずパネルで1のところにあって、一般会計から企業への貸し付けということで、委員の皆さんにうんぬんかんぬんから、この322億円、320億円と一般会計から企業庁へのうんぬんかんぬんということで、この兵庫県庁では、井戸県政の中で、借金の付け替えとか、帳簿操作というのはおかしいな。借金の付け替えとか、科目の変更ということが多用されていてて、ぐちゃぐちゃになってて、借金が見えへんようになってるぞという指摘を、竹内さん、皆さんの斉藤元彦の支持者が嫌いな人であれば、竹内さん、向山さん、だから橋本さんというね、人たちがずっと指摘してたんです。が、それを斉藤元彦は5年間無視してたんです。で、今般、とある新聞社の新聞記者から、記者会見に毎週出と、記者会見の記者から、こうどうなってますのって、財政部局が聞かれて調べたらそうでしたということは明るみになったということです。これどういうことかって二つ大きな問題を踏んでてね、元彦にとってこの5年間議会は意味なかったってことですよ。で、メディアが書くとなった時に慌てて認めてるんです。これとても深刻なことやと思いますよ。もうこの5年間っていうか、井戸県政の時からずっと言うてたんやけどね、議会は。おかしいぞと。別に元彦になったから初めて言い出したんちゃうよ。井戸さんの時代から県議会の議事録読んでると、会計処理がおかしいっていう指摘がずっとやられてたわけ。で、むしろ会計処理が、井戸さんの時代の会計処理がおかしいから、井戸さんが辞めて金沢さんになるのは嫌やということで、県の職員とか県議会がわざわざ大阪から元彦を連れてきたという経緯があるわけですよ。県議会の人々も、県の職員も、井戸さんの仕事のやり方やったら、財政が不健全とは言わないけど、不透明になってしまうと。で、それを金沢さんで後継させてしまうと、また引き続き嫌やから、それこそ、今はもう、反斎藤の急先鋒になってる奥谷さんとかが、元彦でええと最初の選挙で言うたのは、その井戸さんの会計処理の慣行を兵庫県議会としては認められないから、井戸さんの後継は嫌やと。自民党にとっては、それは分裂選挙になるけれども、それでも井戸さんを引きずり下ろして違う知事を立てるべきだと言って、元彦を連れてきたわけですよ。元彦に最初に言われた宿題がこれやったんや。元彦に最初に授けられたミッションはこれやったの。そやから議会は元彦が来たらやるでしょということを期待を込めてこういう質問を橋本さんも、だから亡くなった竹内さんもずっとやってたわけ。で、しかし元彦は議会なんか誰も見てへんからのノリでね、ほっときっぱなしにしとったわけですよ。で、自撮りしとったわけですよ。ぶらり斎藤やっとったわけですよ。夫婦しとったわけ。夫婦って。お前はそのために自民党を割ってでもということで、5年前に大阪から連れてこられたの。だから、例えば松井とか吉村が
兵庫県知事選挙で5年前の兵庫県知事選挙を応援するときに、この人は財政のプロですという紹介の仕方をしてたの。お前の仕事はまずそれだったの。一丁目一番地はそれだったの。その一丁目一番地を5年間鼻くそ掘りなって、千釣りみたいなことばっかりやって掘ってたのはおまはんどす。家の中で尾藤勲を大音量で2時間かけ続けろ。誰のせいでもありゃしない。みんなおいらが悪いのさ。でんでけでんでけでって踊っとけ。な？言い訳できないですよ。言い訳したらええよ。ほんなったら。井戸さんが悪い、井戸さんが悪い、井戸さんが悪い。ほんで、ほっとくんけ？ほんで、早期健全化団体に指定されて、いや、これも井戸さんのせいなんですって言うといたらええんけ？それが仕事なんけ？いや、それが仕事言うんやったらそれでええよ。いや、それが仕事かどうかってはっきりしてくれよ。井戸さんのせいにするということが、この兵庫県の財政危機っていうか財政破綻を直前にしてね、井戸さんが悪いということを言い募ることが何の価値を持つのよ。井戸さんのせいやって一回言うたびに1億円借金返せんのやったら言い続けろよ。で、井戸さんが悪いんやったらええよ。井戸さんが悪い言うてたらええやん。言うとけて。で、言うて借金返せんのやろお前らの計算では。な。言うて借金返せんのやろそうでなかったら言うはずないよね。それで県政が前に進むんでしょね。元彦よう言うたら県政を前に進めるって。で、何やったっけ元彦の支援団体の名前、兵庫を前に進める会とか言うんでしょで、井戸さんのせいや。もう10年前に井戸さんがやらはったこと俺知らんって言うてええんやんと。それ言うてたらええんやん。それが前に進むことって言うんであれば。それ前へ進んでんねやろそれで。な。言うてたらええって。俺言うなとは言わんよ。実際井戸さんのせいやねんから。実際井戸さんのせいですよ。ただね、菅野保みたいな実際の行政権を握っていない評論だけをしてる人間が、これは井戸さんが悪いっていうのと、実際の行政権握ってる人間が、これは井戸さんが悪いっていうのは、全然コノテーションが違うよ。俺らが、これは井戸さんのせいや言うのは、それは論評ですよ。でも元彦が、これは井戸さんのせいや言うのは、それはね、責任放棄って言うんです。元彦、私の仕事は予算を編成して議会に通してもらうことですって言いとったやんけ。お前の仕事やねんやろで、やれよ。一日に5万回ね、アホンダラカの京都さんみたいに、井戸さんのせいや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 って言うてて、拉致開くんやってやれよ。多分ね、それね、アホンダラカの京都さんみたいにね、井戸さんのせい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 言ったらね、ほな井戸さんに知事やってもらおうかって話になるぞ。で、井戸さんにケツ吹いてもうてええねやろって。井戸さんにケツ吹いてもうたら井戸さんのせい、帯谷隆みたいに井戸さんのせいや、井戸さんのせいや、井戸さんのせいや言ったらええやん。言い続けろ。言うてまかったやねん。元彦のこと支持してるやつも。井戸さんのせいや、井戸さんのせいや、井戸さんのせいやって言うてまかったやねん。そのうち顔の隣にポッと並べられるぞ。これまたわからん人はついてきてくださいね。でね、という責任論もあるんですけど、僕はね、やっぱりね、一番深刻なのはね、先ほど県議会の議事録をご覧いただきましたが、県民連合だけではなくて、自民党の中からもね、こういう質問は、井戸さん時代から、そして当然斉藤元彦になってからも、ずっと指摘されてたんです。なんなら、最初の1、2年は、井戸さんの頃のダメだった頃を井戸さんの時に県議会で質問してたけども、取り合ってくれなかった。その井戸さんを否定するために知事になった斉藤元彦知事だから、やってくれるだろうという期待を込めて、こういう質問をずっとやり続けてたわけです。県議会は。それを、斉藤元彦執行部は、この5年間無視してたの。で、今般初めてメディアが騒ぎ始めそうになって、大騒ぎしてるわけ。で、これはね、議会の軽視ですよ。議会の軽視。議会でなんぼ県議会議員がいくら自民党といえども、どんだけ騒いだところで、県民気づかへんと。だからほっといてもええねんってやってきたんですよ。実際のところは。で、今回初めて新聞が書くって言い出したから、慌てて認めてんねん。議事録にどんな言葉がどんだけ積み上がっても、その議事録を読み込んで、財政のどこが質問にされてて、どこが問題視されてるかなんてことを気づく県民はほとんどいないだろうと、鷹をくくってたんですよ。で、
とある新聞社から財政部局がギツギツ質問されて、初めて認めざるを得ないところに追い込まれてしまったんです。で、慌てて昨日ツイッターでこんなこと書いとるんです。報道が先行したから。元彦は。びっくりするんですけど、僕はこの長文で、財政課題の先を読む不透明の手法は、文春造林事業をはじめ、兵庫県の財政運営で長年行われてきましたって、この文春造林事業はおかしい言うのも、竹内さんのライフワークやったんや。竹内さんこれ、井戸県政の頃から言うてましたよ。で、我がが見つけたみたいに言うてるけど、ずーっと竹内さん議会で言うてたよ。この報告を受け私は文春造林事業と同様に検討会等でオープンにしながら対応すると直ちに判断いたしましたって。お前判断してないねん。判断したん新聞社やねん。新聞社が記事にする前にこのツイートを書いてるだけの話ですよ。で、さらにね、それを自分でも認めてるんです。ひどいこと書いてるんです、これ。ここ。新たな問題が判明したことは残念です。だからこそ今朝の幹部会議では、財務部をはじめ各部局に対し、長年抱えている過去からの負の遺産が他にあれば、この際すべて明らかにしてほしいと伝えました。5年目に言うことか。長年の負の遺産があれば、この際明らかにしてくださいいうのは、初日に言うことです。初日に言うことです。もっぺん読むで、ここの箇所。井戸さんが20年も知事やってて、ぐちゃぐちゃになったんでしょ？で、それを刷新するために、井戸さんの後継の金沢やったらあかん言うて、あんた知事になったんでしょという背景を踏まえた上で、新たな問題が判明したことは残念です。だからこそ今朝の幹部会議では、財務部をはじめ各部局に対し、長年抱えている過去からの負の遺産が他にあれば、この際すべて明らかにしてほしいと伝えました。初日に言え。終わった後、タバコ吸いながら、なあ、よかったって聞いた後にゴムつけようか言うてるぐらい順番が逆です。いや、もうそれぐらいのこと言うてんねんって。で、まあ繰り返しになるけども、僕が本当に問題だなと思うのは、社内よ、できてしもたことやねんから。それ井戸さんのせいやで、井戸さんが悪かったんやで。もうね、もうちょっと待って。これ、そういう話じゃないと言ってるんです。ツイキャスについたコメントですけども、それでもそこを初めて報告を受けた段階で隠したり先送りしたりせず、直ちに検討会へ報告し、財政への痛みも含めて県民にオープンにした姿勢は評価したいですね。経緯を検証しながら将来世代に分担を残さないよう対処。こういう難しい局面でこそ知事の誠実さと覚悟が現れていると思います。逆です。まず一つずつ反論していきます。それでもそこを初めて報告を受けた段階で、初めて報告を受けたわけではありません。先ほどから申し上げているように、県議会では何度も指摘されていたことです。先送りしたりせず、先送りしてきてたんです。で、今回受けた報告は、知事こういう隠し借金が見つかりましたという報告ではありません。ついに、新聞があの隠し借金を書きそうですという報告です。直ちに検討会を報告し、検討会に報告していません。やったのは幹部会です。自分の作った仕組みを踏み外しています。財政への痛みも含めて県民にオープンした姿勢、ほっといても新聞が書いてました。経緯を検証しながら、その経緯検証も新聞の記事がやっています。将来世代に負担を残さないように対処、無理です。こういう難しい局面でこそ知事の誠実さ、今見てみたいにあなたが書いた上から全ての順番が嘘であることを見たらわかるように、誠実でも何でもないです。全部嘘です。爆風スランプかっていうぐらい全部嘘です。覚悟が現れていると思います。覚悟があるんやったら井戸さんの内門へ出すな。ということで、書いてることは全部反論できます。やめなはれ。言うてることをさっきこれ、なんかちょっと賢そうに書いてるかわからんけども、全部事実と違うこと書いてるんですよ。100% 事実と真逆のこと書いてんの。100% 事実の真逆のことを書いてるという意味において、これと全く一緒です。だからこの人は引用しただけなの。でも全部否定できる。ふみさんの文章じゃないのね。ふみさんは引用したのね。わかりました。もう全部真逆。全部事実と違うんです。というその不誠実さの指摘の前に、最大の不誠実はね、県議会でこれまで何度も指摘されてきたことを、
なもん議会の答弁なんか、議会の質疑なんか誰も見てへんわ、ほっといたかって誰も気づかへんわえさ。言うて5年間ほっといて、初めて新聞が騒ぎ始めて、ゲロルというね、この、県民軽視、議会軽視、有権者愚弄の斉藤元彦の公職者としての結核要件ですよ、問題なのは。僕はそこが最大の問題だと思う。例えばね、これまで議会で誰も指摘してなかったことを、ジャーナリズムの力でとある新聞が見つけてきて、それを財政部局にぶつけたところ、パニックになって知事がごめんなさいと言いながらさっきみたいな投稿してたんだ。まだね、わかる。せやけどね、ずっと議会で言われてたんだって文春増林事業だって竹内さんのライフワークやんか。文春増林事業、文春増林事業、文春増林事業ってさっきのついで書いてたけど、あれ竹内さんが言うてたことやん。で、これまでの県議会の指摘を総合して合わせていくとね、県議会が質問をしていたのは、県の財政の中で借金の科目の付け替えがいろんな科目で発生してて、この科目はどうやねん、この科目はどうやねん、この科目はどうやねんということで、県議会ではいろんな質問がなされてきたんです、これまで。でね、丸尾さんが知らん言うてたのは、なぜかというと、議会の人間より知らん言うてたか言うたら、今回ここの朝日とか毎日とか書いてる、神戸新聞が書いてる、この1科目について知らんかったって丸尾さん言うてんの。わかる？で、丸尾さん誠実やから、丸尾さん知らん言うてるよ。なぜか言ったら、この帳簿のこの1行のこの問題を知らん言うてたよ。井戸県政のその借金の付け替え癖そのものは丸尾さんも知ってるし、なんやったら丸尾さんも質問してるよ。で、丸尾さん、もうすぐ真面目で誠実な人やから、この何千行とある県の科目の中のこの1行、何千分の1のこの1行のことは知りませんって言うてはるだけのことですよ。繰り返しになるが、議会がどれだけ騒いでも今まで文春増林事業はことですよ。事例ですよ。新聞が書くまで何もやらないという癖がついてしもてるんです。議会なんかどうでもと思うと思うんですよ。県議会なんか何とでもなると思うと思うんです。俺はそれが一番問題だと思う。誰も県議会なんか見てへんと。県議会なんか誰も注目してるかいと。一般の有権者なんか知らんと。はよ終わってええねんなもん。ぼーっとしとってええねやろ。座っとってええねやろ。ようなもんですよ。というのがね、一番僕は問題だと思う。ご存知のように、地方自治体は国とは違いまして、国会とは違いまして、二元代表制です。国は議院内閣制という制度でやってます。それどういうことかというと、行政の執行部を、国会の中から選ぶということをやってます。なので、国会に対して内閣は連帯して責任を持つということをやるわけですけれども、その連帯っていう術がかかってるのは、内閣っていう方ですけどね。連帯して内閣として議会に責任を持つということをやってるんですけれども、地方自治体というのはアメリカみたいな仕組みになってまして、大統領的な知事と、その知事の行政をチェックする議会というのが、これが二元代表制ということで、同じ重みを持って、バランスを取りながら県政を進めるというのが自治体のあるべき姿であります。その自治体の中で、知事が議会を軽視するということはどういうことかというと、すなわち、議会の後ろにいる有権者を無視するということです。で、皆様のお手元に、8月の10日前後、お届けできると思いますが、この2冊であります。兵庫県政問題、声を上げる市民、兵庫県政問題、壊れゆく社会と。ハードカバーですが、2200円ということであります。